バイクが、CB400 フォアになります。1975年のバイクで乗って今日で半年の記念日になります。はい。なんでまた4フォアに乗ろうと思ったんですか？初めてバイクの免許取ってバイクを探してたんですけど、それで乗りたいバイクがこれしかなかったんですよ。なんかほんとグーバイクとかでずっと見てて、もうこれだけでした、乗りたいの。はいはい。はい。全然なくです。もう本当、はいはい。かっこいいのってなったのがこれでした。旧車っていうのを後から知りました。もうこの見た目がもう一目惚れでした。はい。いやもう日に日に愛着が増すばかりです。この前は SR400 に乗ってました。そうです。これ最近つけたんですよ。カスタムしてるところはでも前のオーナーさんがほぼやってるんですけど、キャブ入ってるのとマフラーは一応スキャンのステッカーついてるんですけど、吉村の復刻マフラーがついてます。で、私がつけたのがバックステップなんですよね。あとハンドルも私がつけて、あとメーターアップしてるのとか、あとはこれぐらいだと思います。やっぱ音ですかね。やっぱ本当 SR は SR ですごく魅力的なバイクだと思いますし、まだ今でも乗りたいなってたまに思うんですけど、でもやっぱこれに乗っちゃうと音とやっぱ爽快感とかは全然違いますね。6000回転ぐらいからバーンっていい音が出るんですよ。そこまで引っ張ってから乗るのがもう本当にちょっと好きですね。4ファーの独特な音ってね、泣くっていうのがあるんですよ。GS の吸い込むみたいなやつだと思うんだけど、その泣くのがなんかなんて言えばいいんだろうな、なんかはっきり音が変わるんですよね。でその回転数が4000回転で音が変わるやつと5000で変わるの、6000で変わるやつとかっていろいろいたんですよ。めっちゃいい音しますよね。私もわざとなんかちょっと引っ張ったりはします。兄弟は姉がいます。姉と妹がいて、真ん中です。はい。3姉妹です。バイクは私と姉が乗ってます。はい。お姉ちゃんはハーレーのパパさんに乗ってます。あれもカフェレーサー。そうですね。結構系統はねちょっと違うけど、すごい仲いいなと思って、インスタ見せたら、なんかこの間喧嘩したって言ってた。なんで喧嘩した？そうです。あれ今このキャブがちょっと調子が悪いところもあって、でバイク屋さんには見てもらってはいるんですけど、買い替えた方がいいかなってなってて、
買い替えることにしたんですよ。で私はもう FCR ついてるし、もうそのまま FCR か、もしくはなんかやっぱかっこいい人見ると吉村のキャブとか入ってたりしてあれかなって思ってたんですけど、で FCR を買うっていう話をしたら姉が突然なんか純正キャブを知らないでなんかそんな FCR に乗る必要あんのみたいな感じで言われて、なんか姉からすると純正が一番みたいな、まあ結構周りからも純正っていうのは言われるんですけど、なんかその純正の押し付けに嫌気がさしてたんで自分もだからもうちょっとプチンってきてもう言い返しましたね。さすがに純正ってじゃあ4ファーの純正乗ったことあんのみたいな感じになったことははいで喧嘩になりました。思わず笑っちゃって、はい、普通姉妹で取り付けるタブレット本当ですよね。普通そんなんで喧嘩しないと思います。うちの姉妹だけかなって思います。で結局どうすることにした？ FCR 同じものを買い替えって感じです。なんかもう本当に自分の好きなバイクに乗ってるから姉も本当好きなバイク乗ってるし全然遊びに行こうみたいな感じで2人で走ったりもしますし、本当に SR の集団にこれで入ってったりもしますし、全然そんななんか幅が広がったって感じです。遅いなとは言われますけど遅いよって思うやっぱ最初は遅いですよね。で高速とか乗ってまあ引っ張ったら割と出るんですけど、でもやっぱハーレーとかに比べるとそりゃ遅いですね。最初も父親にダメって言われたんですよ、旧車は。いやメンテナンスもだし、やっぱその知ってる人が周りにいないから壊れる可能性も高いし、まずは現行車に乗ってでバイクに慣れてから行きなさいっていう感じだったから。お父さん説得したんですか？それとも無視したんですか？もう言わなかった。買う時は言わなかったね今はどうだ？今知ってる？今はむしろお前 CB はセパハンにせんのかって言われてするよみたいな感じの会話してます。お父さんもねバイクそうですそうです。乗られますね。はい、父もハーレー乗ってますね。これであれ実家はどこでした？実家北九州です。これで帰ったり、帰りたいんですけどね、来年今年の秋か来年には帰れたらなって思ってます。これも今本当は408なんですよ、4フォアが。でこれがセレクトのバックステップなんですけど3キュッパについてたやつで408につけるってなるとここを切らなきゃいけないって言われて、はい、そうなんです。だから切るのが嫌で無理やりつけてくださいって言ったらなんかすごい絶対乗れないよみたいな感じの位置についちゃって、でも気に入ってます。これフレームが国内の408なんですよ。そうなんですよ。じゃあ本当に初期がそうです。75年の初期の免許の制度ができる前の4フォアなんで国内408だからどうしても切りたくなかったんですよ、フレームは。そのまま残したい。そうです、そのまま残したかったからなんで無理やりつけてもらったって感じです。なんかもう純正でもかっこいいじゃないですか、4フォアって。だからもうそれにプラスしてちょっとかっこいいを付け足すぐらいで私はもう本当にそれぐらいがちょうどいいかなって思ってます。最初はもう完全にスポークだったんですよ。もう絶対スポークがいいみたいな。キャストってなんかちょっとおじさんみたいだなって思ってで、いや今でも思ってるんですけど、でゴールドの林キャストとかってもうなんか私の中でちょっとおじさんなイメージがすごくて、でだからなんかスポークか H リムとかちょっとリムの太いスポークでいきたいなとは思ってるんですけど、やっぱキャストって言われるからゴールドじゃないキャストをいつか入れられたらいいなっていうのを思ってます。たまにやっぱ4フォアで林のゴールドをシルバーとかに塗って入れてる人とかがいて、それがかっこいいなって思ってます。
乗った方がいいと思います。自分の本当に好きなものとかこれがいいっていうものに乗らないと結局やっぱ私みたいに買い替えちゃいます。でも全然それでもいいと思いますけどね。まあね、それで好きなものが変わっていけばいいんですね。はい。なんで結局多分これまあ本当に好きなバイクに一番最初に乗れる環境があるのであれば全然乗っていいと思います。そう、俺もやっぱりね同じで、これからはやっぱり当時俺がまだ20代の時に乗った時からもうすでに十分な旧車で、やっぱり止められるんですよね。しかも乗ったことないやつがいて。そうなんですよ。すごいわかります。乗ってない人が純正がいいんじゃないとか言うから純正乗ったことあるのかなみたいな。なんかその辺ってなんかやっぱりね思うところがありますよね。乗ってこないで全然知らない人に限ってやっぱり行ってくるって結構どこでもやっぱりありますね。いやあんまりなんか乗ってから言えよとかそういうことはあんまり言わないようにしてても、国内の408っていうのも言わないし408ですみたいな、もうなんかあんまり自慢にしないようにっていうか、なんかマウント取ってるみたいな感じで思われるのも嫌なんで、本当にそれが一番最近はすごく思うかもしれないです。なんか4フォア乗ってなんかちょっと自慢なんでしょって思われるのが嫌で、そうじゃなくて本当にただ4フォアが好きで回ってきたのがこの国内の408で FCR がついてたっていうだけだから、なんかそんな全然すごいかっこいい自分のやつがかっこいいとかも思わない。まあかっこいいですけど自慢とかじゃないです。もうただ好きだからただ乗ってるって感じです。でも本当に4フォアに乗るようになってやっぱこの旧車乗ってる方々も広がって紹介してもらって一緒に走ってもらえてってなって、そこからまた憧れとかは出てきますけどね。実際でも4番多分一番好きだと思うんですけど、はい、いろいろこうね付き合いが出てきて、これもいいなとか将来もこれに乗りたいなとかこれをこうしたいとかなんかそういうのあったり。もう次はもうツースト乗りたいですねケッチの低排気量のツーストがいいなとは思ってるんですけど、ケッチの250とかあとケッチ400あと350の SS マッハとかそこら辺に乗りたいなって思ってます。よく木更津で走ってるツーストの方も一緒にツーリング行って3台とかマッハとかツースト来るんですけど、そしたら大体ミラー飛んでったりとか一回後ろ走ってたらこのブレーキのこれがプーンって飛んできたりとか、いやすごい壊れるんだなと思って見てますけどね。乗りたいです。やっぱここら辺そうなんですやっぱ憧れちゃいます。この中で走ってると4フォア乗りましょうねいやツーリングお願いします。だべってるっていうよりかもうとにかく走ってることが好きなんで、もうめっちゃ走る。もう今日も横浜から来たんですけどまだ走り足りなくて、もうちょっと走りたいなっていうありがとうございます。なんか私ごときでありがとうございました。